こんにちは、レイムです。こんにちは、マリサだぜ。明かりをつけましょぼんぼりに。どうしたのよ、急に。ひな祭りの歌だぜ。だからなんで急にその歌なのよ。ひな祭りといえば、レイムはひな人形は持っているか？一応持っているけど、最近は飾ってないわね。小さい頃は飾っていたものね。懐かしいわ。でも、ひな人形を飾る理由は知っているか？確かに、女の子が生まれたらひな人形を飾るけど、なんで飾られるようになったのかは知らないわ。というわけで、今日はひな祭りについて解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは、ひな祭りの起源についてだが、これには諸説あるようだ。平安時代に貴族の子供たちが遊び事として行っていたんだ。はじめは儀式としてではなく、遊びだったんだぜ。そうだったのね、お人形遊びみたいなものなのかしら。おそらくそうだったようだ。その一方で、平安時代には、紙で作った人型を、川に流す、流しびなというものがあった。これは、上司の節句として行われており、ひな人形は、最悪除けの守りびなとして祀られるようになったんだ。なんで最悪除けの儀式を行っていたの？当時は乳幼児の死亡率がとても高く、赤ん坊の頃に亡くなってしまうことが珍しくなかったんだ。そうだったのね。そのため、枕元にその子供の汚れを移した。人型の片白を置き、厄除けとしていた。そして1年間の災いを春のひな流しで払っていたんだ。これがひな祭りの起源だと言われている。そういう理由があったのね。江戸時代に入り、人形遊びと上司の節句が結びつき、全国に広まり、ひな人形が飾られるようになったんだ。じゃあ、なんで3月3日にひな祭りを行うの？3月3日は上司の日と呼ばれ、縁起が悪い季節の変わり目だった。そのために邪気を払うために始まったんだ。ところで上司の節句とか上司の日って出てきたけど何のことなの？日本では、季節の変わり目には悪いものが家に入りやすいとされていたんだ。そこで、春夏秋冬のすべての季節の変わり目である、立春、立夏、立秋、立冬の前日の日は、節分と呼ばれていたんだ。節分って豆まきをする日じゃないの？立春の前日のはずだけど。節分の中でも、春は新年の始まりとされ、重要視されていた。そのため、現在は立春の前日の日を節分と呼んで、豆まきを行って厄払いをしているんだ。そういう理由で節分の豆まきは行われていたのね。それに節分が春夏秋冬のすべての季節の変わり目を意味していたのは知らなかったわ。そして、先ほどの疑問の上司の節句の意味についてだが、そうよ、それが気になってたのよ。日本には、五節句といって、季節の変わり目の中でも特に重要なものがあるんだ。1月7日の人日の節句、3月3日の上司の節句、5月5日の端午の節句、7月7日の七夕の節句、9月9日の徴用の節句がある。そうだったの？節分よりも重要なのね。奇数は縁起のいい数字なのだが、奇数と奇数を足して偶数になると、縁起が悪いとされているんだ。そのため、それらの日には、邪気を払うような食べ物を食べ、厄払いをするようになったんだ。そうだったのね。ひな祭りや子供の日は厄払いのために行われていたのね。そうなんだ。1月7日の人日の節句は七草粥を食べ厄を払い、3月3日の上司の節句では、厄除けの効果のある桃の花とひな人形を飾り、5月5日の端午の節句では、勝負湯に入って柏餅を食べ、7月7日の七夕の節句では、笹に短冊を飾り、9月9日の徴用の節句では、菊の花を飾って栗ご飯を食べるんだそうだ。知らなかったわ。行事として行っていたことが厄払いのためだったのね。それなら、お雛様を飾るのも厄払いの意味合いがあるっていうことね。そういうことのようだ。じゃあこれからお雛様の飾りについても詳しく解説していくぜ。気になる気になる。まずは雛人形だが、これは先ほども説明したように、片白と呼ばれる人形の一種で、神や霊が降臨するものとされている。娘の身代わりとして、災厄や汚れを人型に移して避ける行事が雛祭りの元になっているんだ。そうだったわね。雛人形の代理雛は、天皇と皇后を模したものとされている。そうだったのね、知らなかったわ。お雛様の後ろに金屏風が飾られているよな。金屏風といえば結婚披露宴とか、芸能人の婚約、結婚発表とか、授賞式とかでも見たことあるわね。縁起がいいものとされていて、結婚式などでは、二人の今後の人生が光り輝くようにという意味が込められているんだ。ひな人形だと、持ち主の女の子のこれからの人生を光り輝かせてくれそうね。
そして、飛毛線といって、赤い布が敷かれている。これには魔除けの意味があるんだ。金色と赤の組み合わせでお雛様がより引き立って見えるわね。次に、桜と立花の花だ。桜は知ってるけど立花って何？立花は、白い花と小さな実をつける柑橘系の樹木なんだ。右に桜、左に立花を飾り付けるのが一般的で、左近の桜、右近の立花と称されるんだ。それだと逆になるんじゃないの？京都御所の内部にある紫神殿がモデルになっていて、親王様から見て紫神殿東側に桜、西に立花が配置されている。お雛様から見た視点になっていたのね。この立花という花には魔除けや邪気払いの力があり、不老長寿の役割もあるんだ。桃の花を代用することもあるが、桃にも邪気払いの力があるとされているんだぜ。お雛様の歌でも、お花をあげましょ桃の花、って言ってるわよね。子供の健やかな成長を願っているのね。次はぼんぼりだ。これまたひな祭りの歌に出てくるわよね。明かりをつけましょぼんぼりに。でも昼間なのになんでわざわざ明かりをつけるのかしら？それは、江戸時代には結婚式は夜に行われていたからなんだ。そうなの？なんで夜にする必要があるのよ。当時は男性が陽、女性が陰とする陰陽道の考えから、陰である女性を迎え入れるのに夜が適していると考えられていたんだ。そういうことだったのね。知らなかったわ。現代では、6月の花嫁は幸せになれるという、ジューンブライドがあるが、それとは反対に、この時代では、3月には結婚してはいけないと考えられていたそうだ。どうしてなの？ 3 月は桜の散る季節なので、縁起が悪いとされていたようだ。面白いわね。次はひし餅だ。赤、白、緑の3種類のものが多く、今の形になったのは江戸時代からだとされている。赤い餅は先祖を尊び、厄を払い、解毒作用のある口なしの実で赤みをつけている。桃の花を表し、健康を祝っているんだ。白い餅は正常を表し、残雪を模している。ひしの実を入れて血圧低下の効果を得る意味もあると言われている。緑の餅は、増血効果のあるよもぎが使われている。それぞれの色にも意味があったのね。子供の健康を願って作られているんだな。そして、最後に白酒だ。白酒は、焼酎やみりんに蒸したもち米、麹を加えて、1ヶ月ほど熟成させた後に、すりつぶして作られるお酒なんだ。この白酒とひし餅は、人形に身代わりになってもらう代わりに、お供えするものとされているんだ。お雛様を飾る時に備えるものにも意味があるのね。そういえばひな人形を出しっぱなしにしておくと根気が遅れるって、聞いたことがあるけど本当なのかしら？その話は昭和初期に作られた俗説とされているぜ。旧暦の場合は梅雨が間近であるため、早く片付けないと人形の絹製の細工物に、カビが生えてしまうというのが理由だとされているんだ。そういうことだったのね。さっき出てきた徴用の節句では、後のひなという風習もあるんだ。3月3日の半年後の9月9日に、ひな人形を虫干しを兼ねて飾り、健康や長寿、厄除けを願ったんだ。この風習は江戸時代に流行ったと言われているんだぜ。徴用の節句に厄払いもできるし、虫がつかないように風に当てて、当時の人たちはひな人形を大切に扱っていたんだな。そうだったのね。後のひなっていう風習も知らなかったし。なんだか自分もひな人形をもっと大切にしていきたいと思うわ。今回は、ひな祭りについて解説してきたのだがどうだったかな？知らないことがたくさんあって、とてもためになったわね。ひな人形を飾るようになったきっかけが、子供を思う気持ちだったり、子供が無事に何事もなく成長していってほしいという願いが込められていたのね。季節の節目である節句に行事を行う意味が分かってよかったわ。すべての行事や飾るものには意味があり、そこに込められた人々の思いが存在するんだな。こういった日本の伝統行事は最近はあまり行われなくなってしまったけど、大切に守りつないでいきたいわね。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。